どうも、ゴーです。今回は今、このくり抜いた、神奈川県大磯の、山で採れたヒノキで作った器の、内側ですね。くり抜いたもので器を作っていこうと思います。ただ、今回は失敗してしまっているので、どのような失敗になるかお楽しみに。まずはこのようにフェイスプレートを取り付けていきますが、くり抜く前にフェイスプレートをつけていたので、元の穴があるので、そちらに合わせて取り付けていきます。コアリングでくり抜いた時点でほぼ形としては荒削りし終わっているので、微妙な形の修正と、仕上げ削り、また表面仕上げを兼ねたプッシュカットをしていきます。段差があった部分で外れてしまいました。器の上の面を軽く整えていきます。ちょっと逆目の部分が荒れているのが気になります。つかみしろテノンを作っていきます。もうちょっと形と表面をなんとか綺麗に仕上げたいので、もうワンパスプッシュカットです。あんまり変わらないですね。
スクレーパーで改善するか試してみます。あんまり良くないですね。スクレーパーを斜めにして、切断するシアスクレーピングもやってみます。多少マシにはなりましたが、柔らかいヒノキではこれ以上は無理そうなので諦めてテノンを整えていきます。少しここデコデコしてるじゃん。この緑を使ってここはあまり深くないから気をつけてよ。サンディングしていきます。まあツルツルな感じになって気持ちいいです。これで外側は仕上がったので内側をくり抜くためにひっくり返します。何かガタついていると思ったら節があったんですね。
今回はちょっと薄く仕上げようと思います。壊れないように慎重に厚みを感じ取ります。縁を整えていきますが、本当はこんなに薄くなる前にやるべきことでした。ちょっと荒れてしまっています。研ぎたての状態の使ってない刃物でちょっと仕上げていこうと思います。よく切れているので綺麗に仕上がりました。この切れる状態の刃物で最後の仕上げ削りをしていこうと思います。やってしまいましたね。ちょっとリプレイを見直してみたんですが、これ深くいってしまったわけではなく、一定の厚みで削っていってはいるので、ただ薄くなってる部分を見逃していたっていうことになるかと思います。こう見ると外側と曲面が合ってなくて徐々に薄くなっていることに気づいてなかった感じですね。ショックで動画を撮り損ねてしまいましたが、残った部分でこんな謎のオブジェを作ってみました。節穴がワンポイントになっていて面白いです。節穴から水がきれいに出たらいいなと思ったんですが、全然きれいじゃないですね。何の役にも立たないオブジェだと思っていたんですが、使い道をちょっと募集したところ、アクセサリーのちょい置きだとか、大磯器の日に商品として出した時に来てくれた子供がですね、手のつぼ押しで気持ちいいとか、そんなことを言ってくれましたが、なぜか知らないうちに売れてしまっていました。こういうのもたまには悪くないかもしれませんね。